はい、どうもこんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。せーの、よいしょ。アイゴっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。アイゴっていうことでね、まだ水槽で生きてるアイゴを買ってきました。今日は音声後付けでいきたいと思います。この日はね、なんかこうカメラ持ちながら一人でベラベラ喋って歩くのが恥ずかしいなーって思っちゃう日だったんです。うわ、カニがめちゃくちゃ美味しそうですね。これは台湾ガザミかな。で、ホタテ。で、大アサリですね。で、ざーっと魚がありまして、で、ここがイケスですね。許可をいただいてカメラ沈めていいよってことなので、水中映像を見てみましょう。はい。で、これ正面に見えるこれがアイゴですね。これトゲがすごいでしょ。でこれがキジハタですね。これ40センチぐらいあるんじゃないかな。めちゃめちゃいいキジハタ。じゃあ今日はこちらのアイゴを2匹買っていきたいと思います。というわけで、とにかく新鮮なアイゴが手に入りました。で、アイゴっていうと、ご存知の方も多いと思いますが、ヒレに毒があるんですよ。刺されると手がパンパンに膨れちゃうらしいです。で、その毒っていうのは死んでも生きてます。で、アイゴの旬っていうのは大体秋から冬なんですよ。でもこの夏場のアイゴっていうのはちょっと臭いって言われてるんですね。これ結構釣りしてると釣れるんですよ。で、何回かお刺身で食べたことあるんですけど、すごく美味しいんですよ。なので今日はこちらの新鮮なアイゴを使ってお刺身を作っていきたいと思います。で、ただお刺身にするんじゃなくて、僕のおすすめの食べ方がありますんで、今日はそちらでやっていきたいと思います。じゃあまず、アイゴの毒のある箇所を説明していきますね。まず、背びれですね。この背びれのとんがったところ、全部に毒があります。で、次にここ、尻びれですね。この尻びれにも毒があります。で、ここにね、ちょっと隠れてるんですけど、これ、胸びれ。ここにも毒があります。とにかく、針という針すべてに毒があると思ってください。そうです。そしたらまずさばく前に、必ずこの毒針をハサミで取ります。こういう風にね、ハサミだと簡単に切れます。こんな感じ。この状態になっても、まだ毒はありますんで、気をつけてください。で、尻びれも切れたと。で、最後に胸びれも落とします。胸びれちょっと硬いですからね、気をつけてください。こんな感じで、背びれ、尻びれ、胸びれ、全部取れました。で、このままビニール袋とかに入れて捨てると、ビニール袋貫通して指に刺さっちゃう場合がありますんで、できるだけこういう捨ててもいい容器、こういうのに入れます。で、その時も絶対手で触らないようにしてくださいね。で、こういう風に入れて、しっかり蓋をして、で、この状態でゴミ箱に捨ててください。こっち側も背びれを取ります。で、こっちも尻びれを落とします。で、胸びれを落とします。はい、ではこいつからもう武器はなくなりました。次は頭を落として内臓を取っていきます。このアイゴ、魚屋さんにね、こういう風に綺麗に血抜きしてもらいました。で、釣り場でアイゴが釣れた時も、できるだけすぐに血抜いてください。で、アイゴはね、結構お腹のここまで硬いので、こうがっつりこう落としちゃっていいかもしれない。こういう感じ。で、内臓を取り出していきます。やっぱりこの時期は卵がパンパンに入ってますね。ほら、お腹の中もすごい綺麗なもんでしょ。やっぱ水槽で生かしてあったんで、餌は食べてないんですね。卵がたくさん入ってました。7月から8月はアイゴの産卵時期だったのかな。なのでこっちもお腹パンパンですけど、多分卵だと思います。はい、こっちも卵でしたね。すっごいたくさん入ってる。これだけでどんだけのアイゴが生まれる予定だったんでしょうかね。はい、では頭、内臓が取れましたら、水気を落として素早くさばいていきます。こう見てもらうとわかるんですけど、お腹がもうすごい大きいんですよ。ここは全部お腹なんですよ。ペラペラなんですね。なんでお腹から包丁は入れません。背中から包丁入れます。で、皮も結構ね、硬いです。しっかりしてます。こういう風に綺麗に入れていきます。意外に魚体は大きいんですけど、身はそんなに取れないんですよ。この魚はね。はい。こんな感じですね。で、反対側も下ろしていきます。背中の方から一立ち。ずーっと包丁を入れていきます。はい。で、ここまで包丁が入ったら、ここに腹骨がありますんで、腹骨を断ち切ります。で、腹骨が断ち切れたら、あとは、ゆっくり腹の方も包丁を入れて、はい、剥がしていきます。そしたら腹骨をすいていきます。で、腹はとにかく薄いです。本当に薄いの。ほら、
こんだけ薄く引いても、ほらもう腹の身がなくなっちゃうぐらいですね。なんでね、割り切って、もう腹の身はないものと考えて、もうここら辺で、ザクッと落としちゃってもいいかも。はい、じゃあもう一度いきますね。ちょっと今度は引きでやってみます。はい、まず背中に1本。こっちはすごい肉厚ですね。で、こっから包丁入れて、腹骨を切っていきます。骨はね、意外と柔らかいんですよ。なのでね、意外とご家庭の包丁でもおろしやすいんじゃないかなと思います。じゃあこっちも背中から入れていきます。はい。背中が入ったら、次はこっちに腹骨がありますんで、人差し指で腹を持ち上げて、こういう状態にします。で、ここに腹骨の返しがありますんで、ここから入れていきます。で、腹骨が切れたら、お腹の身を外していきますと。はい。そしたら腹すくときは、こうすいていって、もう割り切ってここ落としちゃいます。こんな感じ。もう一回いきますよ。ここから入れて、で割り切ってここから落とします。はい、これでアイゴの3枚おろしの完成。そしたらこちら皮を引いていきます。アイゴの皮はだいぶ引きやすいと思います。めちゃめちゃ引きやすい。はい、こんな感じですね。すごく美味しそうでしょう。で、皮が引けたら、ここに食塩水作ってあるんで、塩水処理をしていきます。で、こういう身がしっかりしてる感じの池の白身は、ちょっと塩水処理してあげると余計な水分が出てくれるんで、とっても美味しくなります。生臭さもなくなるし。にしてもめちゃめちゃ皮引きやすいな。気持ちいいぐらい皮剥げるわ。やっぱ大きかった方が脂ありますね。ほら、こう、脂がね、浮いてるんですよ。で結構アイゴってね、脂のある魚なんですよ。で、2、3分経過したら、キッチンペーパーで水気をしっかりと落としていきます。こんな感じ。そうしましたらこちらを削状にしていきます。アルコールでしっかりと除菌。包丁も除菌。そしたらアイゴの血合い骨を取っていきます。アイゴの血合い骨はね、とっても強いので、変に抜こうとせずに、こういう風に必ず割って確実に取っちゃいましょう。こんな感じですね。はい、このように柵取りできました。あとはこれを切って盛り付けていくだけです。そしたら一度ラップをして冷やします。ぬるい刺身は美味しくないんでね。そうしましたら次はアイゴの刺身に使うタレを作っていきます。用意するものが生姜、みょうが、ニンニク、大葉でお好みの醤油。今日はね湯浅醤油使っていきます。要するに生姜醤油を作っていくわけです。醤油を入れます。で生姜の皮を剥いて、ですりおろしていきます。である程度ここで汁を絞って、こちらの醤油の中に入れます。で次にこちらニンニクですね。できれば国産の香りの強いものが好ましい。そしたらニンニクは輪切りでいきます。あえてすりおろさずに輪切りで入れます。で混ぜます。でここにみりんも少し入れます。コクをプラス。そしたら次は薬味を切っていきます。で次はみょうが。みょうがはこの赤いところ、ここを使います。で切っていきます。で水にさらすと。で最後に大葉ですね。はい、これでタレができて薬味が切れ終わりました。そしたらアイゴの刺身もかなり冷えましたので、こちらを切って盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。あんな毒のお魚がこんなに綺麗な薄作りになりました。じゃあここに生姜、ニンニク醤油をもうかけちゃいます。
パッとかけます。で、ここにネギを散らかしまくって、で、みょうがも散らして、大葉も散らします。はい。こんな感じですね。そしたらここら辺をいただきます。めちゃめちゃにうまい。すっごい甘みのある美味しい白身です。臭みなんてみじんも感じません。で、この生姜ニンニク醤油。これが大正解なんですわ。うまい。ちょっと濃いかなと思うじゃないですか。これが合うんですわ。ほんとどんどん食べれちゃいますね。うまっ。はい、ということで、今日はこちらのアイゴのお刺身ときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん銀色のやつ。最近居酒屋でビール頼むと、店員さんが、はい、銀色のやつです。っていう風にね、持ってきてくださいます。お気遣いありがとうございます。はい、ということでこちら、7対3ですね。いただきます。このアイゴはほんともっと評価されるべき。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は生きたアイゴを使ってお刺身作ってみましたけども、とっても美味しかったです。で、それに水槽で生きてたやつなんで、胃袋に餌が入ってなかったんで、内臓も全然臭くなかったですね。釣り場でもしアイゴが釣れたら、まずは針を落として、で、締めて、で、内臓も抜いちゃった方がいいですね。そうやって持ち帰れば、比較的美味しく食べれるんじゃないかなと思います。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。